普段は抑圧しているものが怒りとか悲しみとかが、出てくるきっかけになっちゃうわけですよね。ようこそみなとのみのビジョン心理学サロンへ。みなです。のみです。今日のね、ご相談は、はい。子供が熱を出した時に、どっちが仕事を休んだらいいでしょうかというご相談なんですよ。あるあるですね。最近はね、男性も女性もみんなお仕事されていて、核家族だから、助けの手が足りなかったりすると、もう一番忙しい時に子供って熱出すんですよ。そう、わかります。どっちが休みました？うちは私が休みましたね。一つはね、ちょっと古い世代、1世代前だってこともあるので、自分が仕事をしているということを許してもらいたい。その夫にもそうですけれども、夫の家族とか周りの人たちに認めてもらいたいという気持ちがあって、だからお母さんやってないわけじゃないのよみたいな、そういうのを証明したかったみたいですね、私はね。うちはもう亡くなっちゃいましたけど、母がいてくれたりとか、父がいてくれたりとか、今も現役で父やってくれてますけれども、やっぱり夫以外に手があったっていうことと、あとはやっぱり海外に出張がある時に、子供が熱出したりとかする時がやっぱり一番辛いですよね。もう本当に辛い思いをするんですけれども、私もやっぱり実の母にもお姑さんにもたくさん手伝ってもらいました。実際そうじゃないとなかなか難しいですよね。本当に一人で抱えるのは難しいですね。ですけれども、なかなか助けの手を見つけられないっていう方もやっぱり多くいらっしゃるとは思うんですね。そうするとご夫婦の中でお互いにやりくりをしなければならないっていうことがあります。その職種もあると思うので、どちらが休んだらいいのかっていう正解はないですよね。休みやすい職場、休みにくい職場、休みやすい時期、休みにくい時期、やっぱりそういうものもありますから。ありますあります。ただ2人ともが休みにくい時に、お二人ともが休みにくいタイミングで、お子さんが熱を出されるということも、これもまた結構よくありますよね。お話かなと、私たちもよく聞くお話ですよね。何が起きてるのかっていうことですよね。そういう時にお子様が熱を出されること自体がひょっとしたら何かサインがあるのかもしれない。実は2人ともプレッシャーを感じてるとか、子供はその両親元気でいてほしい、それが一番のニーズだから、家の中にあるそういうプレッシャーっていうものを抜くために怪我をしたり熱を出したり、あるいは問題を起こしたりっていう形で両親を救おうとしている、そういう可能性もあるわけですね。なんかお父様なりお母様なりがとても傷ついていたりとか、問題を抱えていたり、あるいはさっきプレッシャーっておっしゃられましたけれども、焦りとかそういう不安とか恐れとかを感じている時に、お子さんの方が問題を持って、で注目を集める。そのことによってお父様お母様の問題から気をそらすことができるようにしている。そういう形で助けようとしてるっていうダイナミクスもあるから、そういうことは聞いたことが私もビジョン心理学勉強するまでなかったし、もう一つはね、やっぱりその休みにくい問題っていうのがあって、それは要は出産する前からスタートしてるわけです。出産する前から。だからお二人が結婚されてお子さんを持った時に、休みやすい人間関係をすでに仕事の中で作っていたかっていうことの延長線上にもあるわけですよね。
だから周りの人もお互いに親の介護があったりとか、自分が、ね、入院しなくちゃいけないとか、子供の面倒があるとか、お互いにその仕事っていうのは人生のパートオブライフの一つなわけだから、その後ろに家族関係が全員あるわけだから、そこでここはこの人の部分をじゃあ私が残業で持ちましょう、ね、今自分はシングルなんだけれどもこうやって結婚をしてお母さんになっていく道をこの人は見せてくれてるんだって言って、自分がそうなった時にロミさんあの時はどうやってそれを乗り越えたんですかっていうふうに聞ける関係を作るっていう、そこから実はもうスタートしてたりしてるわけですよね、でももうとにかく子供が病気になったらまず親はパニックになりますからなりますね、そんな昔の時の人間関係なんてっていうふうにそこにはもちろん思いは及ばない。だけどその時に学べることっていうのはいっぱいあると思うんですね。でもう一つはその2人が犠牲の競争っていうことをするんですよ。犠牲の競争ですか。ちょっと耳慣れない言葉ですね。犠牲ってなんかちょっと日本では良いことみたいな感じの美徳みたいに捉えられてるところもあるから、だけどどっちがいいお父さんだとか、どっちがいっぱい犠牲したらいい人なんだとか、子供のためにいっぱい犠牲してる私はきっといいお母さんだ。昔の私はそうだったと思います。ね、逆でまたもう絶対犠牲にはもうなってきたからもう犠牲にだけはならないっていうありますね、そういうパートの人もいるから、やっぱりその犠牲の競争っていうことがそこにダイナミクスであるんだっていうことを知っておくっていうのも一つ、何もない時にそれを知っておく、それはとても良いことなのかもしれないですね。なるほどね。一時が万事っていうことがありまして、で家族の中あるいは夫婦の中で例えば、出世の競争だったり社会的成功の競争だったりいい親の競争だったり、そういう競争がある時っていうのは家族の外でも同じ競争が起きているっていうこともありますよね。だから職場の中でも競争しているかもしれないし、あるいは親御さんとも競争しているから親御さんからのヘルプが得にくいとか、兄弟との競争があるから兄弟姉妹からヘルプが得にくいとか、そういうこともあるかもしれませんね。そうやって孤立してしまうっていうことが起きやすいかもしれません。なんかやっぱりね、私が海外にいた時にすごく助けになったのは、お子さんがいっぱいいらっしゃる方がいらして、いやもううちの子インフルエンザになっちゃってって言って、もうそれでなくても泣いてる、時差があるし泣いてるわけで、当時うちの母ががんだったので、インフルエンザをうつしては同居なので困るわけですよ。だからもうそれで二重に頭を抱えてた時に、一番助けてくれたのはそのお子さんがいっぱいいらっしゃる方で、もう本当にその気持ちよくわかるよってただ共感してくれて、ちょっとそれで自分がそのプレッシャーから抜けられたんですね。でまた別の人は別に子供なんてインフルエンザになるもんだから大丈夫だよって慰めてくれるんだけど、いや違うんだよ、子供のことも心配なんだけど母のことが心配なんだよねって言ったら、それは心配だねって言ってくれた人もいるし、その結局海外に行って時差があるわけなんだけど、そこから1週間とか学校行けないから、その間誰が見る問題っていうのが出てきて、1週間ないんだともう夫がっていう風になった時に、その病理で来てくださるシッターさんっていうのをこっちも探しているんだけど夫にも探してもらって、それを夫に探させてるのっていう風に言われた時にもうダメだって、もうこれ以上持てないっていうふうに自分がそれを使って自分の本当のこの気持ちって言ったところ、それを感じたことがあったりとか、子供が病気の時に周りの人がかけてくれる言葉とか、それからその共感能力の高さや低さっていうこと、そのことに自分がいちいち反応しちゃったりも
あったんですよね。はいだからものすごく不安なんですよね。そうまず子供を病気にしちゃったっていうことでもうお母さん側はナチュラルにもう自分がちゃんとできてないっていうところに行っちゃいますから、お母さんやお父さんに周りの人は寄り添うっていうことをして差し上げると自分が何かあった時にまた助け合えるっていうことをそれはなんかすごく自分自身も体験したことがあるし、普段自分がね思っていること、そのことを相手の口を使って自分を責めさせるんですよ。なるほど。言ってらっしゃるのは他の方だけれども、実は他の方がおっしゃった批判は自分が自分に対して言っている批判である。だからそれが夫婦関係でも出てくるから、なるほど。お前のせいだとかあなたのせいだっていうことを言いがちなんだけど、子供とか親の病気とかペットとか、そういうものっていうのはナチュラルに私たちのハートをダイレクトに開いてくるものだから、その時に普段自分が相手に対してどのように未熟なんだとか、どのように相手を大切にしてないんだとか、相手に大切にしてもらえてないんだっていう、普段は抑圧しているものが怒りとか悲しみとかが、出てくるきっかけになっちゃうわけですよね。だからその時に自分はこんな風に共感してもらえると嬉しいんだとか、こんな風にお互いが助け合えればいいんだとか、そういうことを普段からコミュニケーションをしていく、あるいはその人生は、同じ会社に長くお勤めになることも今少ないですけれども、どの人とでもどんな風にコミュニケーションを取っていけばいいのかっていうことを、長い人生でこんな風になっていったらいいなっていうことを、私たちが、先に進んだ人たちがそれを後から来た人に渡していったりとか、こういうことが会社であってねっていう風にそのサンプルを夫婦の中で、なんかちょっと先輩に聞いてみようよとか、そんな風にしてみるとたくさんの助けの手がそこにあるってなるほどね。見えてくると思うんですね。まずは自分たちだけで解決できないことも多いかもしれないから、たくさんの助けの手を得るためにいろんな人とつながってたらいいっていうことですよね。でまずそのご夫婦ともに競争をされていたりするからそこに気づきを持って、で2人で目指す。家族の形ってどうなんだろうっていうことを改めて考え直すきっかけにできるといいですよね。そうですね。私たちはどんな家族を作りたいんだろうかっていうところ、あるいはどんな夫婦でいたいのかしらっていうところを話し合うきっかけにできるといいかなって思いますね。ぜひ多くの助けを得られるように、愛をいっぱい受け取れるような関係性を作っていっていただきたいですね。助けていただくっていうのもリーダーシップですから。なるほど。ぜひそんな風に助け合える関係性を作っていきたいですね。また見てくださいね。またね。